こんにちは、トミーです。今日は最近新調したダイニングテーブルを紹介していきたいと思います。今使っているのがその新しいダイニングテーブルなんですけども、実は本当に欲しかったものとは違うんですね。その欲しかったダイニングテーブルはスタンダードトレードという家具屋さんのもので、このように非常にシンプルなんですけど、無垢のオーク材を使っており、木の力強い木目を感じつつ、落ち着いた色合いと質感がとても素敵です。実際に店舗で見たことがあるのですが、見る角度によって木肌の模様がコロコロ変わって見えて、多くの良さである木目のディティール、素材感が感じられて、とてもお気に入りました。ただお値段が20万円近くしてしまうので、今後また引っ越しするであろうことを考えると、なかなか手を出すことができませんでした。そこでメルカリでベースとなるテーブルを購入し、表面仕上げを DIY で自分好みに仕上げるということをやりました。100点ではないにせよ、いい雰囲気のテーブルに仕上げることができたので、満足しています。簡単にこのテーブルを紹介しておくと、材質は多くの木材を使っています。オークという木は見ての通り力強い木目が特徴で、その木目を引き立たせつつ、ナチュラル色より少し落ち着いた色合いに仕上げています。また木材の良さである触れた時に木の質感が感じられるようにオイル仕上げにしています。それではどのようにテーブルを仕上げていったのか見ていきます。かかった費用は最後に公表します。それでは行ってみよう。まずメルカリやネットオークションでベースとなるダイニングテーブルを購入します。私は無印のオーク木材テーブルを購入しました。選ぶポイントは木材であること。安い家具などは月板というコンマ 2mm の薄いシート状の木を芯材に貼ったものが主流で、これは耐久性がなくて表面仕上げなど自分で手を入れることができません。なので製品タグを必ずチェックしてください。こちらが購入したものになります。製品タグにはオーク木材と記載がありますね。ちなみに表面の塗装がかなり剥げてしまっていますが、表面処理は自分でやり直す前提なので気にせず購入しています。むしろ安く買えてラッキーでした。それではこの塗装を剥がしていきます。製品タグを見るとラッカー塗装とありますね。木の表面にクリアの樹脂状の膜が貼られている状態です。このままだと着色できないので、ヤスリがけをしてこの塗装をすべて剥がしていきます。塗装剥がしには80番から120番手の粗めのヤスリを使います。ヤスリホルダーがあった方が作業効率が良いので、安いもので良いので用意することをお勧めします。また作業効率という意味で、紙ヤスリは安いものだとすぐ目詰まりしてしまうので避けた方が良いです。それでは足からやっていきます。テーブル足の塗装剥がしが終わったところで、今日の作業はおしまいとします。今日はまずヤスリがなくなってしまったので、ホームセンターに買い出しに行きます。それではこのハゲハゲになっているラッカー塗装を剥がしていきます。このラッカー塗装かなりのつわもので、今回ヤスリ120番という昨日に比べると少し細かめのヤスリを選択してしまったんですが、そのせいもあって
なかなか剥がれなくて苦戦しています。疲れてますね。なんとかテーブルの表面の塗装も剥がし終わりました。続いて240番のヤスリで表面を整えていきます。まずはテーブルの足から。手触りがだいぶ滑らかになってきました。テーブルの天板についても同様にヤスリをかけていきます。木目に沿ってかけていきましょう。この時に気づいたんですが、黄色く見えるところにまだラッカーが残っていて、そこを重点的にかけていますね。はい、240番のヤスリがけが終わりました。こんな感じですね。そして水引きと400番での仕上げのヤスリがけを行っていきます。400番で削った後にテーブルを水で拭きます。水が完全に乾燥したら再度400番のヤスリがけを行います。一度水をつけることによって毛羽立ちをきれいに仕上げることができます。これでヤスリがけ完了です。それではオイルを塗布していきます。今回はリボスオイルのカルデットのチーク色を使用します。このオイルは木に浸透して木目を強調するような発色をするということで選びましたが、世の中にはいろんなオイル、有名どころでいうとワトコオイルやブライワックスなどがあるので、ネット上の着色サンプルを見ながら選ぶのが良いと思います。ウエスを使って塗っていきます。余ったオイルは後で拭き取るので少し多めに塗った方がいいかと思います。全体にオイルを塗り終えたら10分ほど待って余ったオイルをウエスで拭き取ります。天板にも同様にオイルを塗っていきます。はい、1回目のオイル塗装が終わりました。全体に木目が浮き出てきて赤みを帯びた濡れ色になりました。いい感じですね。このまま12時間ほど乾燥させます。2回目のオイル塗装を行っていきます。この作業はもう少し色を濃くしたい場合に行う作業ですので、すでに1回目の塗装でイメージ通りの色になっているのであれば飛ばしてもらっても構いません。はい、2回目のオイル塗装が終わりました。少しさらに色が濃くなって木目が強調されてきました。イメージ通りですね。このまま24時間ほど乾燥させて完成です。最後に組み立てて完成です。
はい、いかがだったでしょうか。ヤスリがけが少し大変でしたが、その分いい仕上がりになったかと思います。アンティークとまではいかない、程よく使い込んだ深い色合いと、木目、こういった多く無垢材が持つ素材感をうまく引き出せたかなと思います。DIY する前と後を比較するとこんな感じ。表面のツヤ感、色味、色の濃さ、そして木目の出方を変えることで印象がだいぶ変わりました。ちなみに今回の DIY でかかった費用は1万2000円程度でした。買うとどうしても10万円ほどはするので、かなりお安くできたかなと思います。それでは今日はここまでとしたいと思います。終わり。